冷凍 OK! はい、やってきました。この冷凍チャンネル。このチャンネルではですね、おすすめの冷凍食品を紹介したり、家庭でできる簡単便利で美味しい冷凍レシピなんかをご紹介しております。今日は何をやるかと言いますと、もやしの冷凍方法、おすすめレシピをご紹介します。旭化成ホームプロダクツが行ったですね、アンケート調査によると、うっかり腐らせてしまった食材、3位がバナナで、2位がキュウリ、で、1位がもやしだったということですね。もやしをですね、ご家庭でうっかり腐らせてしまったという方も、多いんじゃないかなと思います。ですので、今日はですね、もやしを捨ててしまわないように、もやしの冷凍方法っていうのをぜひね、お伝えした上で、おすすめのレシピなんかも紹介したいと思っております。ということですね、このもやしを冷凍していきたいと思います。で、もやしの冷凍でもうまず一番重要なことは何かと言いますと、これ新鮮な状態で冷凍するっていうことがこれすごく大事なんですね。ほとんどの食材で言えることは、この新鮮なうちに冷凍するなんですけども、もやしは特にそれを気をつけてほしいですね。で、もやしっていうのは結構やっぱり鮮度が落ちやすくてですね、傷みやすい食材なんですね。少なくとももう買ってきたらすぐ冷凍する、その日のうちに冷凍するっていうのがこのもやしの冷凍では重要なところですね。皆さんやはり買ってきて、1日2日、冷蔵庫で置いといたら、やっぱ水が出てしまってとか、柔らかくなって、ちょっと変な匂いが出てしまってるとか、その状態でもう冷凍してもですね、かなりもう手遅れなんですね。ですので、まずは買ってきたらもうすぐその日のうちに冷凍する。これが基本になりますね。で、あとはですね、ポイントとしてはですね、この洗わずにそのままご使用いただけますというふうに書いてるんですね。で、もやしっていうのはすでに洗われてからこの袋の中に入っているので、水洗い基本的にはしなくてもいいんですね。で、今回はですね、このジップロック、冷凍用の、ジッパー付きの保存袋、これを使いたいと思いますね。この袋のまま冷凍される方もいるんですけども、もともともやしが入っている袋っていうのは、冷凍用に作られていないので、冷凍中にですね、穴が開いたりして、中のものが乾燥したり酸化したりということが起きてしまうんですね。それに対してこの冷凍用の保存袋っていうのは、バリア性も高くてですね、中の食材を守ってくれるという良さがあるので、これは一手間なんですが、移し替えるっていうことがやっぱ必要になってきますね。結局水洗いをすると、もやしが水分を吸ってしまってですね、で、それが冷凍された時に、その氷の結晶になって、余計もやしにダメージを与えてしまうんですね。だから、もやしに関しては、基本的に洗わずに、そのまま保存袋に入れて冷凍する。余計な水分をつけないっていうところが結構ポイントにはなりますね。袋の中にこういうふうに、入れましたらですね、口を閉じて、こういうふうにデコボコしてますので、しっかり押しちゃうと潰れてしまうので、平らにならしたら、手のひら全体を使って空気を、抜いてですね、で、最後は口を閉じると。で、ここのジッパーはですね、かなりしっかりと全部が、閉じるようにはしてもらえればと思います。で、この状態で冷凍しますね。このまま平らな状態でですね、もう冷凍庫の中に、入れるだけですね。これで冷凍します。はい、ということですね。冷凍されましたのがこの状態ですね。はい、しっかりと凍っていますね。こんな感じになってます。で、これを使ってですね、いろんな料理に活用していきたいと思います。生の冷凍もやしの美味しさを最大限活かしたレシピですね。これはですね、あんかけの炒め物になるので、先に水溶き片栗粉を作っておきます。片栗粉を小さじ2入れます。でここで、水をですね、同じ量小さじ2入れますね。で、こうやって、混ぜておきます。で、加える直前にも混ぜるので、こういった状態でいいですね。で、まず、フライパンにですね、火をかけてない状態で、ごま油大さじ1ですね。で、ごま油、ちょっと全体に広げます。で、ここに、冷凍しておいたもやしですね。で、これを入れます。で、ちょっと炒めやすいように入れるときにですね、少し、ほぐしてあげると、冷凍もやしバラバラに崩れますので、この時にちょっとばらしてあげて、フライパンに入れてください。パラパラっとなってますね。はい。これですね。で、ここにもう先に調味料を入れちゃうんですけども、まずは顆粒の、鶏ガラスープの素ですね。これを小さじ1入れます。これを入れちゃいます。で、さらに、オイスターソースですね。オイスターソースを小さじ2入れます。
やっぱりこのオイスターソース入るとかなり旨味、コクが出ますので、これ入れるといいですね。で、この状態で火にかけます。中火にね、かけますね。で、凍ったまま、炒めていきたいと思いますね。で、もやしが溶けるまではですね、ちょっと強めの強火にしても問題ないですね。時間短縮した場合は強火にしても問題ないですね。中火にしますね。でやっぱりその冷凍もやしを炒めると、こういうふうに水分がかなり出てくるので、普通の炒め物として使うとですね、かなりこれがシャバシャバとなって、やっぱ炒め物としてはどうかなっていうところになるんですね。ただですね、このレシピはですね、このもやしから出てくるこの汁も、スープを使ってですね、料理に最後仕上げたいと思います。で、ちょっと火を止めます。これだけ水分が出てるので、炒め物としてはちょっと微妙なところがあるんですが、逆にこのもやしから出てくるエキス、旨味を使ってとろみをつけてあんかけにしちゃうということですね。で、一度ちょっと火を止めてですね、先ほど水溶き片栗粉ですね。で、これを再度、直前にまたしっかりと混ぜてですね、この中に入れたいと思います。で、入れたらですね、すぐに全体をしっかりと混ぜてください。混ぜ終わりましたら、また中火にかけてください。いいですね。もやしの旨味がこう片栗粉でとろみがついて、そこにオイスターソースの旨味があるので、このあん自体がですね、すごく美味しくなりますね。はい、これで火を止めて出来上がりですね。すごくいい感じにとろみがついてます。はい、ということですね。出来上がりました。いや、美味しそうに仕上がってますね。でこれを器に盛り付けたいと思います。で、仕上げにネギをちょっと散らしたいと思います。はい、これで完成です。冷凍もやしのうまうまあんかけ炒めです。まずはですね、冷凍もやしのうまみたっぷりシンプルスープを作りたいと思います。本当にシンプルなスープなんですけども、もやしのうまさが広がる、そんな味わいになっております。冷凍もやしを使ってスープにする時のおすすめは、一度この凍った状態でもやしをこうパキパキ折ってほしいってことですね。スープにするのでもやしがあんまり長いとですね、食べる時にちょっと食べづらいっていうのもありますし、あとはもやしの旨味自体もスープに移すという意味もあって、凍った状態でパキパキ折っていただくといいですね。溶けてる状態だとこういう風にパキパキ折れないので、しっかり凍ってる時にやるといいですね。こんな感じになっております。ということですね、スープを作っていきますが、まずお水を、水 300ml 入れます。で、ここにですね、鶏ガラスープの素、顆粒ですね、大さじ1入れます。で、ここにですね、豚の細切れ肉ですね、これを 100g、スープで食べやすいように少し小さめにカットするといいですね。で、これも全部入れちゃいます。で、ちょっと混ぜていただければと思いますね。で、ここで、先ほど折った、冷凍もやしですね。で、これそのまま加えちゃいます。火をかける前に全て材料を入れちゃいます。で、ここでもう蓋をしまして、で、火をかけます。で、中火で6分ぐらいですね。ではですね、6分ぐらい加熱しました。で、蓋を取るとこんな状態です。いや、これね、ほんともやしの旨味がね、香りがめちゃめちゃしてるんですよ。これが冷凍して、組織が壊れるっていう、一見ネガティブなことなんですけど、もやしの旨味が外に出やすいっていうことなんで、それをスープにしていただくと、本当にシンプルで美味しいスープになりますね。煮込まれてきたらですね、ちょっと混ぜて、で、豚肉がきちんと火が通ってるかっていうのも確認してください。
でもう味付けとしてはもうこれで完成なんですね。だからもやしの旨味と、鶏ガラスープっていう非常にシンプルな味わいなんですけども、やっぱ豚肉の旨味も加わるんで、シンプルながらも美味しい味わい深いスープになってます。それではね、器に盛り付けたいと思います。本当にね、もやしたっぷりなんですけど、柔らかくもなってて、食べやすくもなってますね。で、特にこのスープ、めちゃくちゃ美味しいですね。ちょっと香り付けでごま油少しだけ加えます。で、さらに刻みネギですね。トッピングで散らします。これで、冷凍もやしのシンプルスープの出来上がりです。2品目はですね、冷凍もやしと、豚バラ肉のピリ辛スープですね。ピリ辛なちょっと辛みのある食欲そそる味わいになってますので、こっちを作っていきたいと思います。お鍋にですね、水を 300ml 入れます。鶏ガラスープの素を大さじ1入れます。コチュジャンを小さじ2入れます。で、ここに、豚バラ肉ですね。3センチぐらいの長さに切ったものですね。でしかも豚バラ肉の脂の旨味も使いたいと思うので、これを 100g 入れます。で、ちょっと混ぜます。肉がちょっとほどけるぐらいには分けてもらえればと思います。で、ここにパキパキ折っておいた冷凍もやしですね。で、これを加えます。で、ちょっと慣らしてあげて、で、蓋をして中火で6分火にかけます。はい、ではですね、6分ぐらい経ちました。こんな感じです。いい感じですね。この辛い香りがしてます。このレシピはですね、少し味をつけたいので、塩を少々加えます。で、さらにちょっとパンチを効かせるためにですね、胡椒ですね。胡椒も振ります。で、混ぜてください。で、混ぜてですね、豚肉がちゃんと火が通ってるかっていうのも確認してもらえればと思いますね。出来上がりました。器に盛りたいと思います。いいっすね。やっぱもやしの香りとこのピリ辛なスープの香り、これは食欲そそりますね。で、ここに香り付けとしてごま油、少量ですね。ごまを振りたいと思います。で、ネギを散らします。はい、これで、冷凍もやしの、豚バラピリ辛スープになります。完成です。レンチンした上でもやしのナムルにするというレシピですね。で、今回はですね、このまま生のまま冷凍するのではなく、電子レンジチンして調味をしてですね、味をつけてそのままで冷凍したいと思います。耐熱ボウルにこのもやしを入れます。そのままふんわりとラップします。ふんわりとやって、少し、蒸気が逃げる穴も作っていただければと思いますね。はい、それでは、こちらを電子レンジで加熱したいと思います。600ワットで3分ですね。はい、出来上がりました。で、ちょっとボウルが熱くなってるので、布巾なんかで、持っていただければと思います。で、まず加熱した直後の時にですね、これで全体をしっかりと混ぜてほしいんですね。電子レンジで加熱後っていうのは非常に加熱ムラっていうのが生まれやすいので、まずはこうやって、しっかりと全体を混ぜるっていうことですね。で、混ぜながら、ちょっと粗熱を取るというちょっと空気にさらしていただければと思いますね。
で、ある程度混ぜたらですね、このもやしをちょっと広げて、でこの状態で、ちょっと数分置いていただいて、もやしから、粗熱を取っていただければと思いますね。粗熱が取れたらですね、レンチンしたもやしをですね、このジップロックに入れたいと思います。先にこの袋にですね、もやしを入れちゃいます。で、もやしを入れたらですね、このボウルの中に、まだもやしの汁が残ってるんですね。で、この汁も一緒にこの袋の中に入れて、一緒に冷凍しちゃいます。この後調味料を入れるんですけども、もやしの、汁も一緒に入れることで、ちょっと一体感が生まれるというような感じですね。今回はもやしのナムルにしますので、その調味料を入れていきます。でまずはですね、このすし酢ですね。すし酢はですね、やっぱもうすでにお酢と調味料も入っているので、非常に使い勝手がいいですね。酢の物以外にもですね、こういったナムルとか、あとはマリネとかですね、そういった料理も使いやすいので、私は結構重宝してますね。ですし酢を大さじ2入れます。で続いて、醤油を大さじ1ですね。で続いてごま油を大さじ1。で調味料はこの3つだけですね。なのですごく簡単ですね。ちょっと軽くなじましてあげて、ただですね、ここでギュッと潰しちゃうと、もやし潰れちゃうので、軽くなじませる程度で OK ですね。でこの状態でもう空気を抜いて閉じちゃいます。真ん中だけ開けて、あとは閉じてるという状態ですね。でこれでですね、下の方から空気をどんどん、追い出していきます。で空気を、追い出して、できるだけ空気を抜いた状態で最後封を閉じるという感じですね。こういった感じですね。でこの後ですね、このまま冷凍するんではなくてですね、ちょっと薄く平らに伸ばします。こういった液体物が入っている時はですね、特にこのジッパー本当にちゃんとしっかり閉まってるかっていうのを確認していただくのが念のためいいですね。でこれを冷凍します。で先ほどのこれですね。でこれを薄く平らにしているので、しっかり凍るまでは平らなトレーなどの上に置いていただいて、冷凍庫に入れてもらえばと思います。しっかりと冷凍されました。はい、しっかりと凍ってます。でしかもですね、まっすぐに平らになってますので、こういう風に平らにするってことが非常に大事ですね。でこういった感じで、薄く平らに冷凍するとですね、均一にムラなく冷凍することができますし、あと解凍する時にもですね、この薄さだと非常に早く溶かせるというのも魅力ですね。であとはですね、こういう風に平らにしておくとですね、冷凍庫に立てて収納も非常にしやすくなるので、収納性っていう観点からもいいですね。でこちら冷凍したもやしナムルなんですけれども、これをですね解凍する時にはですね、ボウルに水張っていただいて、この後流水解凍するんですが、蛇口からですね、冷たい水でもね本来いいんですけれども、ちょっとぬるま湯でも OK ですね。ぬるま湯でもう早く溶かして使うっていう使い方もありですね。最初に水をかけてしまって、このパキッと折っちゃうんですね。氷の塊になってるから、なかなか溶けづらい、溶かすのに時間かかるっていうことなので、先にこうやってそれをほぐしてあげるとですね、解凍スピードが速まるんですね。でそこの状態で、こういう風につけていただくと。であとはですね、結構5分とか10分ぐらいで結構溶けてはくるので、早めに使うことができるという感じですね。で溶けてきたら、途中でもさらに揉んであげると、より早く溶かすことができるので、途中で揉むっていうことも結構ポイントにはなりますね。はい、ということですね、もう5分が経過しました。5分も経つとですね、もうかなりもうしっかりとちゃんと溶けてます。解凍が終わりましたので、器に入れたいと思います。解凍してこのままお皿に入れるだけでもう一品ができちゃうということで、非常に簡単ですね。はい、これで下味冷凍レンチンもやしナムルの完成です。
もやしを冷凍する方法として、コンテナ冷凍っていうのをぜひね、ご紹介したいと思います。で今回はですね、こちらのジップロックのコンテナですね、使いたいと思います。私もですね、このコンテナを使った、コンテナ冷凍レシピっていうレシピ本を出していてですね、結構私も重宝していますね。で今回はですね、正方形の 700ml 容器を使いたいと思いますね。ジップロックのコンテナもですね、いろんな大きさとかサイズとかあるんですけども、個人的には私はこの正方形の700をよくね使っていますね。でやっぱりこういったコンテナに入れるとですね、こういった風に重ねてもちゃんと収まりが良くなるようになっているので、冷凍庫の中でも収納がしやすくなるっていうのは本当に魅力的かなと思いますね。コンテナのですね、やっぱいいところ3つありまして、まずはこの容器が冷凍保存できるっていうことですね。ここに食材入れてそのまま冷凍保存ができるというのが一つ役割ですね。さらにはこれがちゃんと電子レンジで加熱してもいいようになっているので、調理器具としても活用できるということですね。で3つ目はですね、これがお皿にもなるんですね。このまま加熱して、この容器のままですね、そのままお皿として食べることもできるので、容器としての役割もあるということですね。なのでこの3つのメリットがあるので、コンテナ冷凍を結構おすすめしてますね。で今回はですね、もやしを 150g この中にまず入れます。で入れる時にはですね、もやしってこういう風に山になって余計な空間が生まれやすいので、こういう風に揺すってですね、しっかりとこのもやしを詰めてもらうといいですね。でもやしはですね、結構たっぷり入れても冷凍して解凍することでしんなりと柔らかくなるんですね。で体積も結構小さくなりますので、このコンテナに入れる時はもうパンパンに入れていただいて大丈夫ですね。でここで今回はピリ辛もやしということなので調味料を加えます。醤油を大さじ1入れます。できればまんべんなくもやしにかけてあげるといいですね。ごま油もこちら大さじ1入れます。調味料の量が多いかなと思われるんですが、もやしはですねやっぱ冷凍して解凍した時にかなり水分が出るので、結構味が薄まるんですね。ですのでちょっと濃いめに味付けしていただくといいのかなという感じですね。これもまんべんなくかけていきます。でここで一つ注意点になるんですけども、コンテナを使う時に油をダイレクトに入れてるっていうやり方は実はあまり良くないんですね。というのはその油がその電子レンジで加熱された時に、油って温度が200度以上になる場合もありますので、そうするとこの容器がですね溶ける可能性があるんですね。ですので、油をダイレクトに入れて電子レンジで加熱するとあまり良くないって言われてますね。ただ今回はですね、実はこのもやし自体から水分がかなり出て、その油も薄まるので、このレシピに関しては OK ですね。ただ皆さんが冷凍に限らずこの容器を使って電子レンジ加熱するって時には、その油だけっていうよりは何か水を足して薄めるとか、他の調味料液体のものを入れたりとか、水分が出る食材を入れるとかですね、そういったところを気をつけていただけるといいですね。続いてここにですね、鶏ガラスープの素ですね。でこれを全体にかけます。で今回はピリ辛ということなので、ラー油ですね、小さじ1ぐらいなんですけども、これはですねお好みで、辛いの好きな方はたっぷりかけていいと思いますし、苦手な方は本当に少し入れるだけでもいいかなと思いますね。今回は分量で入れちゃいます。でこれで全て調味料が入ってますので、これで蓋をします。で蓋をするときはですね、必ずこの四隅をしっかりと押さえてですね、パチッという音が鳴るまで押してもらえると思いますね。これしっかりと閉まってないと、こぼれてしまう恐れもあるので、ここが閉まってるってことは必ず確認してもらえればと思います。準備としては、買ってきたもやしをですね、そのまま入れて、で調味料を入れて蓋をするだけ。冷凍の下準備がめちゃめちゃ簡単なので本当におすすめですね。じゃあこれを冷凍します。この平らな状態で置いてもらえればと思いますね。これは傾いたりするとですね、曲がった状態で冷凍されてしまうので、必ず平らなところに置いて冷凍してください。はい、ということですね、冷凍しました。実際どうなったかと言いますと、こういう状態ですね。しっかりと凍ってます。でこれを電子レンジで加熱をします。注意点としてはですね、これしっかりと閉めると
こういう状態なんですけども、このしっかり閉めた状態で電子レンジにかけてはいけないということですね。これしっかり閉めた状態で電子レンジにかけるとどうなるかというと、ここで蒸気が発生してですね、でぎゅーっと圧がどんどん高まっていくんですね。でそれがですね、あるところで耐えられなくなって、その溜まった圧力がですねバーンと弾ける恐れがあるんですね。爆発してしまう非常に危ないことになってしまうので、これは蓋をしっかり閉めた状態では電子レンジに加熱はしてはいけないということですね。でかといってですね、じゃあこれ蓋を外して何もない状態でこのまま電子レンジにかけるとどうなるかっていうと、出てくる蒸気が全部外に流れ出てしまうので、やっぱ加熱する効率がすごく悪いんですね。マイクロウェーブで加熱するので本当に加熱ムラも起きやすいですし、加熱の効率も悪くなってしまうということなので、やはり蓋はあった方がいいんですね。一度、蓋は外すんですが、外した後ちょっと斜めにこうなってたやつをちょっと斜めにするんですね。でそうするとこの隙間があるので、その隙間から蒸気が出て、爆発するっていうことはないですし、でも蓋は一応してある状態なので、ある程度この蒸気は中に溜まるんですね。そうすると、均一にムラなく加熱もできて、しかも効率もいいという、ことですね。ですのでこの少し蒸気口を作って本当にちょっとだけ斜めにして上に置くということがこれ大事ですね。でこれを電子レンジで加熱したいと思います。でこれをもうこの中に置いてですね、でその後これを斜めにちょっとずらしてで上にポンと置くだけですね。これがですね開きすぎないように、ちょっと隙間があればいいぐらいなので、こういうぐらいにしておきます。はい、これでですね、600W 3分ですね加熱します。はい、出来上がりました。いい匂いがしますね。でこれは熱くないようにこのヘリを持ってもらうといいですね。で電子レンジで加熱が終わりました。こんな感じですね。すごいもう旨辛の匂いがめっちゃしますね。でこの電子レンジ加熱した後に重要なのは、すぐに混ぜるってことですね。でここでもしまだ凍っている部分があったり加熱が足りないなと思ったら追加時間取ってもらうといいですね。しっかりと混ぜることで、均一になるということなので、これがですねちょっと放置してしまうと、部分的な加熱ムラですね、が残ったままになってしまうので、加熱後にすぐに混ぜるってことは重要ですね。ナムルのようなこのもやしのしんなり感とこの調味料の味わいがこれ楽しめるので、もやしを冷凍しないとですね、こういうふうに作るの結構手間がかかりますけども、冷凍すると自然とこのもやしが柔らかくなるので、柔らかくてでもシャキシャキした食感が残っているこのピリ辛もやしが簡単に作れます。はい、ということですね。いかがでしたでしょうか。もやしの話で言いますと、もやしの値段がですね、非常に苦しいところにあるんですね。で、もやしの値段は、長年の歴史的に見ると、やっぱ値段が落ちてきてます。だけど、その原料価格ですね、例えば種の部分とかですね、人件費とか、光熱費とかですね、そういった生産コストってのはもう年々どんどん上がっていってるんですね。だからコストがどんどん上がっていってるのに価格は下がっているっていう非常に矛盾を生んでいます。もやし生産者の皆さんが非常に苦しい状況にあったり、廃業してしまうっていう方もいらっしゃるんですね。値段が上がっていってでも、もやしってそれでも安いんですね。安くて美味しくて、毎日でも店頭にも並ぶ、年中美味しいもやしを食べることができる。しかも値段が安いっていう、やっぱ魅力があるので、やっぱ値段を上げていっても皆さん買っていただくってことはすごく重要かなと思います。もやしの生産者の方を守りつつも、値段が上がってもまだまだ安く、美味しく楽しめるもやしをぜひ冷凍でもね、活用していただければと思います。で、このチャンネルではですね、おすすめの冷凍食品紹介したり、家庭でできる簡単便利で美味しい冷凍レシピなんかをご紹介しております。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。冷凍 OK！ 冷凍食品専門家、冷凍王子が人生をかけて作った一冊。冷凍食品の魅力をあらゆる面から追求した究極の本。今すぐ食べたい冷凍食品の本、レシピ付き、自由国民社から絶賛発売中です。